ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、軍事国家として名高いロシアがなぜウクライナ軍を圧倒することができないのか、今回はこの解説を行っていこうと思います。この動画を見れば、主だった理由の一つを理解することができるでしょう。ただし、ロシア軍がなぜこのように苦戦しているのか、その理由というものは様々ありますから、今回話しする内容というものはあくまでもその中の一つに過ぎないということをご理解ください。また、ロシア軍がなかなか勝てない理由として、ロシア軍側の話ばかりをどうしてもしてしまうわけですが、一方において戦っているウクライナ軍の方には善戦できる理由というものも存在します。それはクリミア半島をロシアに奪われて以後においては、ロシアとの戦いは基本的には継続しており、今回の戦いというのはその一連の戦いの中において本格的な全面侵攻という具合にして急激にレベルが上がっただけであり、別に戦いそのものが全くなかったというわけではありません。ですから継続的な戦いの中においてウクライナは持続的な取り組みとしてウクライナ軍を養成してきました。欧米を中心とした軍事支援もありますし、ロシア軍の全面侵攻に対して国を守らなければならないというその士気の高さにおいてもウクライナ軍の方に分があるということは押さえておくポイントです。とはいえ全体状況としてはっきり冷静に言えばロシア軍が優勢であることは明らかです。なぜならば戦場はそもそもウクライナ領内の出来事であり、決してウクライナ軍がロシア国内で戦っているわけではありません。常に戦場はウクライナ領内です。しかも全面侵攻が始まってからロシア軍は占領地域を拡大することはあっても基本的には押し返されているわけではありません。ですから現在の情勢的に言えばウクライナ軍が苦戦している。しかしロシア軍が圧倒的に優勢になるようなことはなっていない。だから善戦しているという表現が用いられているわけです。ではウクライナ軍の善戦によってどの程度ロシア軍に被害が出ているかの話をしましょう。実際問題どれほどの被害が出ているか正確な数値というものは全く把握することができません。なぜならばロシア軍はそもそも被害を過少申告しますし、防衛側のウクライナ軍は士気を維持するためにも被害は少なく、そして戦果については過大に報告するものだからです。そのため際立って差が出ているのが戦死者の数です。ロシア軍の側としては死者は500人以下に過ぎないという話をしています。一方においてウクライナ軍側の見立てとしては1万人を超えているのではないかという話をしています。ですからその差というものは非常に大きなものとなっていて、実際のところどのくらいの人々が亡くなっているかというのははっきりと断言できる人はいないと言えるでしょう。ただしこれに関連しての話なのですが、前線から運ばれてくる遺体の数というものは非常に多いというニュースなどもありますから、ロシア軍の500人以下だという話についてはかなり怪しいと見た方が良いでしょう。そこで亡くなっている人の中において一つ大きな問題化しているのが、職業軍人ではない徴兵された若者がその戦死者の中に含まれているということが問題となっています。ロシアにおける徴兵制度というのは基本的には1年間の徴兵期間です。あくまでもこの1年間というのは基礎的な訓練を積むだけであって、決して実戦に投入するためのものではありません。しかし今回の本格侵攻においては、そうした徴兵期間の若者たちに対しても、あくまでも訓練をするだけですよという話をされていただけなのに、いざ任務を聞いたら、このままウクライナ領内に攻め込むんだよということになって、うろたえる人たちというのもたくさん出ているという話が出ています。このあたりの話というのはウクライナ軍に捕虜になった人たちの中から出てきており、私たちはあくまでも訓練をするために来たのはずなのに命令で戦場に連れてこられてしまったんだというような証言を行っています。このようなことからロシア軍の中には士気の低い人たちが混ざり込んでいるよという話がいっぱい出てきて、そのために統率が取れず軍隊として十分に機能していないという話も出ているのです。これは当然のことで、職業軍人としてずっと軍人として訓練をしてきた人たちと1年間の徴兵期間が終われば社会に戻っていくことを前提にしている若者たちと全く同じ意気込みでさあ戦闘にというわけにはいかないのです。しかもロシア国内においてはウクライナと戦争するんではありませんよ。これはあくまでもウクライナ領内における過激派との闘争を収めるための平和維持活動ですよなんていうふうに吹き込まれているわけですから、現実との乖離があまりにも大きくて受け入れられない人たちというのも当然出てくるわけです。そしてこの現実とのすり合わせがうまくいかないことによって
ロシア国内においても問題化するわけです。先ほども述べたように徴兵期間の若者たちにしてみれば、親はどう思っているかといえば、基本的にはロシア国内において訓練を行っているだけであり、命を失う危険はないと考えています。ところが実際には戦場に送り込まれて亡くなってくる人たちが当然出てくるわけです。親が軍に対して、私の息子はどこで訓練しているんですかという話をしても、それはあくまでも軍の中における機密事項だから教えられませんよと、答えられるばかりなわけです。ところがそのようなごまかしが効かないのは、もうあなたの息子さんは亡くなりましたよという話になったら、それはもう親としては耐えきれないわけです。軍の説明では、徴兵期間なんだから戦場に送り込まれることはないと聞いていたのに、なんでウクライナで息子は戦死したんだという話に納得できるわけがありません。この件に関してプーチン大統領は、徴兵及び予備役の兵士については、戦場に送り込むことはないということを表立っては言っていました。ところが現実問題、徴兵期間の若者たちがウクライナ領内において戦死しているという報告が次々上がってきて、それをもとにして息子を失った家族らが騙されたと非難の声を上げ始めたために、プーチン大統領としては最終的には私の責任ではなく現場の軍人たちが勝手にやったことだとトカゲの尻尾切りを始めるような事態になっています。プーチン大統領としては攻め込む時の数が多ければ多いほどウクライナ軍の士気は低下し、それによって圧倒的な電撃戦を展開することができると考えていたのかもしれません。しかし待ち受けるウクライナ軍はそうした数の暴力といったものに屈せず必死の抵抗をしたから、今回のようにその内実として徴兵された若者たちが戦闘で亡くなっているという問題が浮上してきているわけです。これはプーチン大統領の明らかな軍事計画の失敗だと言えるでしょう。プーチン大統領はこのような失敗に対しては軍人に対して責任を取らせる形で自分への責任をそらそうとしています。それだけではやはりウクライナにおける侵攻がこのままうまく進まないわけですから、事前の策を打ってきています。それはたとえ戦死したとしても、ロシア本国において一切自分に非難の声が上がらない傭兵の活用です。一体どこから傭兵を集めてくるかといえば、それはロシアが軍事的な支援を行っているシリアのアサド政権との協力で、この地域からの傭兵を集めています。シリアのアサド政権というのは基本的には核兵器を持っていない北朝鮮だと思ってください。体制を覆そうとすれば圧倒的な政府権力によって抹殺されるような国です。ですからこの国においては反政府勢力もありますし、またそれ以外の宗教武装勢力の放棄などもありましたし、さらには全くそれとは別勢力として独立志向の武装勢力などもあって、ここ10年は内戦が続いています。シリア政府軍はそのような内乱続きの中において一時は劣勢に立たされたこともあるわけですが、ロシア軍の加勢によって今のところ優勢でシリアの大部分を制圧している状況です。今のところ報道されているのはおおよそ2万人規模の傭兵が集まるのではないかと言われています。これらの人々がなぜ全く縁のないウクライナでの戦いに身を投じようとしているかといえば、それは基本的にはお金の問題が一番大きいと言われています。というのもシリアはずっと内戦が続いていきましたから、ほとんどの産業が壊滅的なダメージを受けていて、多くの人々が貧困に苦しんでいる状態です。シリアでは兵士の月給はおおよそ5000円以下、2000円から4000円程度だと言われています。このとても安い給料に対しても時々不払いも発生するようですから、経済状態は非常に悪い国です。このような状況の時にロシアはどのような条件を提示しているかといえば、月給にして13万円程度を用意しているというのです。どうせ戦闘に身を投じるのであれば、少なくともシリア政府軍に雇われて戦うよりは、ロシアに雇われてウクライナに戦った方がよっぽど大きな稼ぎになるという考えを持った人たちもたくさんいるというわけです。またこの雇用条件の中においては、負傷したら90万円以上、戦死した場合においては190万程度のお金が出るよなどという話もあるそうです。そしてシリアのアサド政権というのは10年続いたその内戦においては非常に苛烈な一般市民に対する攻撃なども行ってきました。何しろ平和な時においては反体制派の人たちを捕らえて拷問をかけたりするといったことが日常風景だった国ですから、戦闘になったからといって一般市民を守ろうなどということは全く考えないような軍隊だったわけです。ですから非常に残忍性の高い兵士が多いというのが一つの特徴だと言えます。
この一般市民に対する攻撃の中においては、ロシア軍も積極的に加担しており、クラスター弾の多用であるとか、住宅地や病院への砲撃、空爆などについて言っても、日常的に行われていました。なお、この時においても、ロシア軍は現在のウクライナにおける嘘、出まかしと全く同じような手法で、過激派が何か自作自演しているもので、責任は一切自分たちにはないという話をしていました。このような話を聞いて皆さんの中にはいくら破格の待遇を受けてシリアで戦うよりもウクライナで戦う方がお金儲けになるからといってどうせ支払いはルーブルでしょというふうに思われることでしょう。一応のところ募集条件としてはドル払いですよと書いてあるようなのですが、実際のところこれは全く信用できるものではありません。現在のロシアは米ドルについては非常に貴重品になりつつありますから、募集条件をいくら高く設定したとしても実際の支払いはルーブルで済ませたいというのが本音でしょう。ですからとにかく破格の条件を出して兵士を集めた上でルーブルでなんとかごまかそうとすると私は思います。一方で兵士の人たちにしてみてもルーブルで支払われることにあまり疑問に思わないかもしれません。というのも先ほども述べたようにシリアとロシアは非常に密接な関係にありますから、プーチン大統領の言い分に沿った形でこのウクライナ戦争を捉えています。ですから私たちにしてみればルーブルはいずれ紙くずになるだろうなと思っていますし、また欧米の金融ニュースなどはほとんどがロシアの国家財政の破綻は目に見えている、デフォルトはもはや時間の問題だというふうに流れているわけですが、おそらくは現地の人たちはそのようなニュースをたとえ耳にしたとしても、西側が何かフェイクニュースを流しているんだろうなぐらいにしか思わないはずです。ですからたとえルーブルで支払われたとしてもあまり気にしないかもしれません。日本ではルーブルのことを今では子供銀行券かよとか、もしくはモノポリーマネーかなんていうふうに言う人たちもいるわけですが、本当にそうなるかどうかについては彼らが実際にウクライナで戦っている最中やもしくは死んだ後になるかもしれません。そもそもの話、非常に経済的に困っている人が多い地域ですから、ルーブルでの支払いを断る人はそもそも傭兵として雇わないでもそれなりの人数が集まるというのがロシア側の考え方だと思われます。そのような懐事情は一旦横に置いておいて、じゃあシリアで傭兵をいっぱい集めてそれを戦場に送り込んだとして、この人たちが兵士として強いかどうかについてのお話をしましょう。一言で言えば市街戦には非常に強いと考えられます。というのも内戦がずっと続いてきた中においては非常に市街戦が行われている期間というものが長いのです。市街戦の特徴としてはいつどこで誰がどのようにして攻撃をされるか全くわからないし、また状況についてもコロコロ変わっていくというのが一つの特徴としてありますから、非常に精神的な負荷も高いし危険性も多くあります。そのような戦場をずっと経験している人たちというのはそれなりに恐怖体制もありますし、戦場でキビキビと動ける兵士なわけです。ですからウクライナ領内における戦いで特に市街戦に投入される可能性が高いと思われます。ただし彼らにも当然のように弱点はあります。まず第一にシリア軍で戦っていましたよという男性が多いわけですが、彼らが相手をしていたのは基本的には国家の正規軍ではありません。もちろんどこかの国の支援を受けるような形の武装勢力というのもあるわけですが、基本的には空軍を持っているわけではありませんし、戦車がいっぱい出てきてなんていうことは基本的にはありません。ですからウクライナの正規軍が砲爆撃の支援を受けつつよく連携しながら面で戦いを仕掛けた時には戦線を維持することはほとんどできないでしょう。というわけで使いどころを間違えれば全くに役に立たず全滅してしまう可能性もあるこれら傭兵の人たちなわけですが、プーチン大統領にしてみれば役に立つか立たないかはあんまり関係ないというのも一つ現実としてあります。一番最初の方で述べたように大きな問題となっているのは、戦死者がロシア国内において親がいて、その親が息子が亡くなって、その親類縁者一同がだんだんと厭戦気分が高まっていて、ロシア国内においてもはや戦争継続が難しくなるような政治状況が生まれることが嫌なのです。一方でシリアから集めてきたこれら傭兵の人たちがたとえ亡くなったとしても、ロシア本国内における政治状況は全く変わりません。ですから役に立ったら儲けもの、なくなったとしても全く気にしない、まさに捨て駒とされるような人たちなわけです。それでいて少しでもウクライナ軍に打撃を与えられることができるのですから、プーチン大統領としては損のない戦法というわけです。ただしシリア国内においては内戦が続いているということを私は述べました。
つまり、シリア国内において傭兵を大量に雇って、それらの人々をウクライナに送るということは、シリアのアサド政権に対する反政府軍やもしくは独立勢力に対する抑えが効かなくなるということを意味します。ですから、無制限に傭兵を雇い入れるということは、シリア領内において味方が劣勢になるということを意味しますから、ほどほどにしか傭兵を雇うことはできないでしょう。それに、ロシアの国家財政は破綻すると私は見ていますから、長期間にわたってこの傭兵戦術というものを使用することはできません。契約金の支払いを例えばルーブルで行っていたとしても、そのルーブルが全く価値のないものになった時において、傭兵の人たちにしてみても戦い続ける理由は一気になくなってしまうでしょう。これらの人たちの中には腹いせにロシア軍の兵器を奪っていく人や情報を持ち出す人なども当然出てくるでしょう。ただし、経済の破綻によるロシア軍の立ち枯れにはまだまだ時間がかかります。それだけにプーチン大統領はそうなる前になんとかウクライナ軍を屈服させようと、まさに力を惜しんでようとしているわけです。今後私たちが目にするニュースの中においても、一般市民を巻き添えとした無差別攻撃がより過酷になっていることを示す、そのような映像が流れてくることが十分考えられます。ウクライナにとっての国家存亡の戦いはまだまだ危険な状態が続くこととなります。そして私たちはこれらのニュース映像などを通して、決して他人事ではなく、ロシアは日本にとって隣の国だし、またこのような軍事的な侵略を行おうとしている国として中国が存在していることを忘れてはなりません。今戦っているのはウクライナの人たちですが、ウクライナに代わっていつか日本がどこかの国から侵略を受けて戦う日が来ないとは限らない、そのような現実味を持ってこの事態を見守っていく必要が私はあると思います。あなたは私の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。